Meshtabi Season 5今回のMeshtabiは札幌手稲界隈12件です。それでは早速 Let's get it started 1. Maeda Spice Rioli Tosake Not 手稲区前田の富岡通り沿いにありますナットさん。2年前にお邪魔した時からすっかりお気に入りのカレー屋さんね。前回は夜にお邪魔して映像が暗くて全然美味しそうに撮れなかったんでね。美味しさは記録できないんで、せめて映像は美味しそうにと思いましてね、ランチタイムにやってまいりました。はい、今回はミーンモーリとウップチキンの2種盛りをいただきます。聞き慣れない言葉だね。でしょう。右がミーンモーリ、左がウップチキン。ミーンモーリ、ウップチキン、ウップチキン、ミーンモーリ。ミーンモーリはココナッツと魚のカレーで少し酸味がある南インドのケララ州で親しまれている魚料理。この日はカツオを使ったカレー。言われなければお肉みたいな食感。ココナッツ感はそこまで強くないから初めての人でも食べやすいと思う。まあ魚ってのは魚の肉だからね、言うなれば。鳥は鶏肉、クジラも芸肉っていうのに、なんで魚は魚っていうのかな。めんどくさ。ウップチキンのウップは塩って意味。塩と水とスパイスのみで作られているというシンプルな南インドのチェティナード地方で親しまれているカレー。やっぱりめちゃめちゃ美味しかった。ある意味異常な美味しさ。わかる。アチャールもいろいろあって嬉しいよね、ここは。わかる。 2. Akabono Taishu Shok Dortazawa 手稲はあけぼのの焼き鳥屋さん。日曜の夜なのに駐車場びっちり。ランチもやってるそうですが、夜も定食がお安く食べられちゃいます。めっちゃ混んでたね。皆さん飲んでらっしゃるのかな。焼き鳥で一杯やってらっしゃる方もいるけど、普通に定食利用の方も多いみたい。あ、そうそう、カツカレーもあってね、隣のおばちゃん食べてたの。美味しそうだったよ。むむむ。ビールとともに。おー、女性も食べるカレーって大概美味しいんだよね。いいね。定食は唐揚げ、焼き鳥、牛すじが3強ってことで、今回は唐揚げ3つ698円に決定。安っ。定食ででしょ。そう、焼き鳥食わんのかいとそうツッコミされそうですが、唐揚げでレビュー見ても唐揚げ美味しいって多かったんでね。おー、クリスピー。そうなの。Crispy ボリュームがすんごい。唐揚げはジューシーでしょっぱくない。子供から大人まで好きな味。皮カリッカリの中ジューシー。生姜の効いたオーソドックスな醤油味だけど、甘辛バランスが絶妙なの。やっぱしょっぺくねーのがいいわね。ちょ待てよ、野菜なし？なし。ランチはサラダ付きなんだけど。そっか、きついな。でもね、焼き鳥定食もすんごい美味しそうだった。いや、絶対うまいっしょ。あ、天下。焼き鳥は飲むときは塩だけど、飯のときはタレでいただきたいね。オンライスで書き込みたいっす。わかる。 3. Inaho Teshikaga 国道5号線沿いにあります手鹿がラーメンさん。札幌で食べるのは初めて。手鹿が本店で初めて食べた時からお気に入りのラーメン屋さんなんです。おいちゃんは札幌ではまだいただいたことがございません。あ、そう？今回はなんとエビ味噌ラーメンがあるって情報を嗅ぎつけましてね。そりゃ食べるでしょう。うちの神さんが。そうなんです。エビと聞きゃ噛まない。違った。食わないわけには参りませんからね。あ、なんか乗ってる。エビワンタンかな。ピンポンピンポンピンポン。正解。豚骨白湯とエビスープがちょうどいい配分。クリーミーで濃ゆめながらもしょっぱすぎない。みんなが大好きな味じゃないでしょうか。こりゃうまそう。縮れ麺にスープがよく絡んで、これ好きです。アントニーも全くなし。おー、カット玉ねぎの食感もアクセントもなってアクセンの Accent いいわ。てかラーメンネギより玉ねぎの方がよくなくない？いや、玉ねぎの方が全然好き。生ね、生玉ねぎね。あ、生。 4. Maeda Colet 閑静な住宅街にありますコレットさん。こ
こちら三越にも支店があるんだね。ってことは超有名なお店なのかな。あれ、総園が本店じゃん。ってことは、総園会話の時に行ってるここ。2階が幹事長じゃなくて2階がかっちょええイートインカフェになっててさ、ほれ770円のモンブラン食べたっしょ。はいはい。ギャルマママダム 100% のおしゃれなお店。そうそう、本店に比べて手稲店はシンプルなインテリアで、これといって特徴がない。いや、ダジャレ言いたかっただけでしょ。もうバレたか。今回はシュークリームをゲット。今時にしては珍しく濃厚こってりカスタードがたっぷりもっこり入ったシュークリーム。クリームは注文を受けてから入れてくれますよ。シュー皮が独特の香ばしさでね、ザクザクとした食感と濃厚なクリームがリッチなシュークリームでしたね。リッチ？濃厚で深みのある味わいみたいな意味かな。リッチ？そうだよ。お金持ちのことかと思っとった。間違いではないけどね。5. Today's katsu curry. Tomiya Ka. Showa Curry. 4月にできたばかりというカレー屋さんを発見。うちのカレ吉おじさんたら一目散。はい、古き良き時代の黄色いカレーをいただけるってんでやってまいりました。逆になかなか食べることができなくなりましたからね。黄色いカレー、新潟のバスセンターの黄色いカレーが有名ですが、北海道では銭箱さらしなさんの黄色いカレーが美味しいですね。結構甘めの印象よね、黄色いカレーって。そうだね、どっちかっていうと新潟バスセンターのなんかは結構な甘さだからね。そうなんだ。さてはて、こちらの黄色いカレーはいかがなのでしょうか。黄色い、これ好きっすね。玉ねぎのとろっと具合と薄切りの豚肉の脂身のプリンプリンのやつが結構入ってて最高にテンション上がるカレー。しかもポーンとターメリックの香りが食欲をそそのかします。よかったじゃない。ありがとうございます。これは久々のヒットカレーですよ。3分の1食べたところで、さあ次回は何食べようかなと考え始めましたからね。で、どうせカツカレー食うんでしょうが。いや、それがね、カツ抜きにしようかな。10年に一度ぐらいしかない感情が脳裏をよぎりましたね。カレーだけで満足ってこと？カツのボリュームがおいちゃんにはありすぎちゃってカツ食いきれんかったんよ。肉厚は100万くらいなもんなんだけどね、通常の衣と違うんだよね。唐揚げに寄せて揚げてって感じの未体験な衣でさ、これ食べ応えがすごいの。おいちゃんにはトゥーマッチだったけれども、 Oichan ni wa too much. 血気盛んな男性諸には大満足のカレーなんじゃないですかね。甘めではあるけれど甘ったるくない、ちゃんとスパイシー。一見家庭用市販ルーっぽい印象ですが、家庭用ルーとは一線を画す手仕込みのスパイス感が感じられるカレーでしたよ。これって辛いやつ？そうそう、卓上には辛みはないんだけどね、辛みスパイスがありますよって書いてあったから、そりゃ頼むっしょ。これがなんか出会ったことのないタイプの味と辛さのソースでね、超辛いんだけどこれがまたうまいんだ。辛いだけじゃなくて甘さもバランスよく配合されてるから、大量にかけても味があまり変わらずに美味しく辛さが激増します。マジ辛いのでかけすぎにはご注意。久々におしゃべりになったね。この人美味しいものに出会うとすごいおしゃべりになるの。そう？そう。6. Akabono. Kialet. キャロット言うても業務用食材屋さんじゃございません。手稲はあけぼのにございます。男たちが集う喫茶店。大学そばだからでしょうか、安くてボリューミーなお店のようです。パッと見は30年前は大学生でしたって感じの方が多いみたいですけどね。見てください、このドリームマッチワンプレート。とんかつとハンバーグの共演はありそうでなかった組み合わせ。ブラッド・ピットとジョニー・ディップみたいな、石原裕次郎と加山雄三の共演。それは興味ないわ。フレディ・マーキュリーとジョージ・マイケルのデュエットのような夢のようなワンディッシュ。共通点が微妙。近所だったら週3回お世話になれそうな魅惑的な献立でございますね。オムライスもかなりのデカさで登場。しっかり焼かれたオムの中のチキンライスはゴロゴロチキンがいっぱいで食べ応え十分。オム
卵。これで800円は嬉しいでしょ。嬉しい。はい、腹パンザムス。でも私でも完食できたから男性には物足りないのかも。いや、あなた結構食べますよ。そう？ 7. Maeda. Taina Kuyakusha Shokdo. お役所飯シリーズってことで手稲区役所食堂にやってまいりましたよ。メガザンタレが熱いという噂を嗅ぎつけて参上。こちらは丁寧駅北口ゾーンにございます。お役所食堂としてはかなりコンパクトな感じ。利用者は職員さんというより手続きに来た市民がほとんどといった感じでしょうか。まあもう1時だからね。メガザンタレ770円ってさ、見覚えあるね。しかもご飯おかわり OK でしょ。ね、思った。多分同じ会社の運営なんじゃないかな。札幌開発建設部の食堂と味も一緒？ Maybe 多分ね。 Maybe Taboo これ name. はなかなかのボリューム。見た途端完食無理と思ったんだけど、持ち帰りはご遠慮くださいって書いてあってね、マジかと思った。そんなルール厳しくない？ねえ、二口サイズのザンギが12個も乗っかって決死の覚悟でなんとか完食さ。もう腹パンパン。午後には完全に灰になりました。家の灰じゃなくて灰ね、アッシュ。分かってるっちゅうの。きつかったけど、これはちゃんと美味しい唐揚げだから助かったよ。しょっぱくないからいいよね。持って帰ったのバレるだろ。8. Taina Honcho. Menya Yukikaze. さまざまな札幌味噌ラーメンランキングで常に上位の雪風さん。恥ずかしながらグリーンは食べたことなかったので手稲店で初雪風さんでございます。あれ、そうなの。ランチ時ってのもあるけどすごい人気ですね。だって雪風だよ。こういうメジャーなラーメン屋さんがこういう郊外展開してくれるってのはありがたいよね。ラーメン屋さんとしてのグレードは下がっちゃう気がするけど。と言いますと、すすきのの本店だけでいつも大行列で営業してりゃさ、ずっと敷居の高い名店でいられると思うんだけどね。そっか、さゆみさんやけやきさんみたいなことね。そうそう。片や三東会や哲也っていうのはかつては名店だったんだけど、たくさん出店したからさ、カクカクシカジカがシカカクカク。というわけで冷やし中華始めましたのポップも気になりながら濃厚味噌ラーメンをいただきます。いや、美味しかった。やっぱ味噌ラーメンって美味しいね。味噌ラーメン史上トップ手稲2トップラーメンって。さすがにあのログ北海道ランキング上位のラーメンってとこっすかね。9. Maeda. Nano Hana. 手稲前田は新琴に一番通り沿いにございます。視聴者さんのタレコミいただきました激安い食堂。とにかく海鮮系が安いですね。視聴者さんの言ってた通り、ここの海鮮丼はすっげえっすわ。これが980円？これは今時ありえへん感じ。すごいね。でしょう。隣の母さんが食っとった生姜焼きが680円ってのも驚きさ。これが680円ってね。特売とかじゃないのよね。ホッケ定食も680円、サバ味噌定食も680円。安っ。もうただただありがとうって感じですね。タレコミいただいた視聴者さんありがとうございました。結構年季が入ってるお店なんで神経質な方にはおすすめしないけど、大将の目利きも腕も確かです。お子さん連れのファミリーから父さん母さん年配の方が多かったかな。今度マグロ丼食べに来ようよね。 10. Hoshioki. Benbeya. 札幌で私たちがよくケーキを買うパティスリーの一つが手稲にあるんです。てかほとんど銭箱だけどね。はい、リーズナブル&ビューティフルなお菓子たちがいただけちゃいます。 Reasonable and beautiful. 奥に広いイートインスペースやガーデンもあってね、ソフトクリームだけでも近く通るとついつい寄って太っちゃうね。パティスリーのソフトクリームの美味しさを教えてもらったお店でもありますね。そうそう。
ミルクっぽい濃厚なお乳っぽいのあんま得意じゃないんでね。そうなんです。一味違った大人のソフトがお気に入り。あとパイね。パイとは大好物なんです。ここんちのパイもお気に入り。王様のパイ、これ最高ね。11. Tomiya Car, Yamazakula. 国道5号線は富岡にあるお蕎麦屋さん。 BGM が生かした次世代蕎麦屋さん。ナイトバーズのリミックスかな。初めて聞くバージョンのシャカタクを蕎麦屋で聞くとは。ナイトバーズで体を揺らしながら西麻布で飲んでいたのはもう30年前になりましょうかね。昔話と自慢話はダメだって師匠が言ってたでしょうが。師匠？高田純次が師匠でしょ。師匠、すいません。純次師匠。扉を開けてお店に入った途端、カツオの匂いがたまらないですね。こんなにカツオだしが香るお店も珍しいねえ。すんごいカツオがふわっと香る。また美味しいスレンダーな黒松内の二八そばが大津でございましたね。はい、美味しゅうございました。歴代3位ぐらいの細さかな。ながらもしっかりとそばの風味が香る美味しいおそばでした。知ってた？ここって大泉洋さんの同級生のお店なんですって。いいなあ、同級生に有名人がいて。アートもすごいじゃない。ブラピにジョニー・デニー、タランティーノにマイケル・ジョーダン、松本人志でしょ。すっごい自分が小さく感じるよね。確かに。12. Tomiya Car, Altile. 5号線沿いの人気老舗洋食店。前回の手稲界隈の時やり残しちゃってたお店にやっとこさ来れました。はい、ここ人気でね、駐車場になかなか止められなくて来れなかったんですよね。今回も閉店間際だったんですが、老若男女いろんなお客さんで賑わっておりました。もうすぐ閉店だっちゅうのに次々お客さん来てたよね。終電間際の駆け込み乗車状態さ。本当はカツカレー食べに来たんですけどね、まさかのカツカレー廃止チーンってことで超困り果てちゃったんだけど、思い出やだと出た、平成鳥取弁。予習で口コミ調査してた時に感動したって書いてたマダムの書き込みを思い出しましてね、そやつをいただきました。雑炊って洋食屋さんなのに？はい、洋食屋さんなのにアサリと舞茸の雑炊でございます。美味しそう。これ美味しかったっすね。なかなかのヒットでしたよ。逆転満塁走者一掃スリーベースヒット。値千金。優しいお出汁にアサリと舞茸の旨味っしょ。もうおつゆが美味しいんだ。だけどさらにそこに柚子が入ってんだよ。それ絶対美味しいやつでしょ。北海道にあんまりこういう柚子の魔法使いいないからね。じゃあ私も食べたい。寒くなってから行った方がいいかね。確かに汗だくになるよ。ですよね。人気なのも納得の素晴らしいアサリと舞茸の雑炊でした。 Jikano Meshitabiwa, Gachi Day Mata Tabathai, Iwamizawa Kaiwai Death. O Tano Shimi ni. See you soon. 丁寧は結構昔からゆかりがございましてね。若い頃から結構ちょろちょろしてた町なんです。だいたいちょろちょろしてるね、おじさん。丁寧といえば運転免許試験場、随分と免許試験場にもお世話になりましたからね。そんななんかいっぱい種類免許持ってたっけ？普通免許しかないんですけど、免停はもう 5,6 回やってましてね。そっち？しかも結構長期のやつやってるんでね。ですね。180日の免停食らった時にね半年よ。相当な。何したらそんなの？いや結構駐車違反とか細かいの積み重ねて免停ってやった時にいきなり40キロ制限の32キロオーバーみたいな、その程度の話なんだけどなんかそれでねちょっと半年ぐらい行ったことがあってね、で講習2日間受けて、ある程度試験を受けてよければ半分に短縮になるんですよ。
6ヶ月免停が3ヶ月になるってやつかな。うんすごい難しいの、その狭き門っていうかね。560人その免停講習来てたんだけど、23人しか半分になってなかったはずだよ。やばいね。それだけ結構難しかった。難しい。技能テストっていうかさ、例えば動体視力、この隠れ壁があって、こっちから光がブーッと走ってね、こっから出たと思う瞬間に押せとかさ、黄色い信号が光ったら右足、青い信号が光ったら左足、赤はハンドル操作みたいな。そんなんでやったことない。そしてそれ20回ぐらいテストが続くんだけど、それぞれのシグナルの出た回数を覚えておかなきゃいけないんだよ。なんか赤は9回、青は7回、黄色は8回とかっつって、それちょっとグリーンは受かる自信はございません。もう結構これ大変だねっていう感じの、そういう結構難しいのが何種目もあってね、大変さ。でもこれはでも免停の人よりも高齢者にやらせるべきだなって思うよね。今多いじゃんか。免許更新のたび、70歳を超えたら更新のたびにそういうテストをやって、パスしない限りはもうハンドル持てませんと。80歳を超えたらもう1年に1回だよね、やってもらわないと。ピストルよりも殺傷能力が高いっていうことをね、車は一度に下手したら10人20人殺せるだけの危険性を秘めてるからね、なので逆走がなくならないじゃないか、っていうかむしろ増えてる、なのに対策は何も講じてないじゃん。それやった方がいいと思うよね。で警察が何をしたかっていうとさ、やめよう逆走っていうポスターをね、道の駅とか警察署とかに貼ってるわけだよ。いや、そんなの効果あるわけねえだろってこの制度取り入れていただけたらいいんじゃないかな。まあ年取ってからね、車運転できなくなっちゃうのはちょっと大変だとは思うけど、特に北海道はね、地方はね、本当にもう相当田舎まで届くが日配品届けてくれるからね、そういうのを使った方がいいと思う。そういう方だよね、お金使うなと。買い物は割高になるけど、いや車持って維持費払うより全然安いから、そっちの方が、確かに。ってことで、よろしくお願いします。免停6回食らってる人に言われたくないよね。何も言えねえ。6回だよ、6回。すごくね。60年で6回、10年に1回だぜ。まあオリンピック並みに取ってるよ。まあここ10年